レッスン1、モーニングチャット。おはようございます。よく眠れた？はい、しました。ありがとう。あなたはどう？ぐっすり眠れ、元気が出ました。新しい一日の準備はできましたか？絶対に。今日何が待ち受けているのか、ワクワクしています。私も。その日の過ごし方について何か計画はありますか？話した新しいカフェを探してみようかな。それは完璧なアイデアのようですね。美味しいコーヒーをいっぱい飲むと、一日が始まります。はい、その間にペストリーを試してみてもいいかもしれません。間違いない。あなたとの楽しい朝食を楽しみにしています。レッスン2、祖父の散歩。私はできるだけ多くの時間を祖父と過ごすようにしています。それは素晴らしい。普段は一緒に何をしているんですか？私は時々彼と散歩に行きます。彼は屋外にいるのが大好きです。素敵ですね。彼が困った時に歩くのを手伝ってくれる？はい、そうです。私は彼をできる限りサポートすることが重要だ。あなたが彼のことをとても気にかけているのは明らかです。彼は散歩についてどう思う？彼はそれらを非常に楽しんでいます。活動的であることには喜びが伴います。それは嬉しいですね。愛する人と過ごす時間はとても貴重です。絶対に。特に家族にとっては、すべての瞬間が重要です。レッスン3、モチベーションの向上。うまくいくと思います。集中力を維持するモチベーションが高まるかもしれません。確かに、小さな目標を設定することは、私たちのモチベーションを維持するのに本当に役立ちます。そして、それらの目標を達成した後の自分へのご褒美を忘れずに。はい、小さな勝利を祝うことでも大きな違いを生むことができます。普段、自分へのご褒美は何をしていますか？素敵なデザートを食べたり、楽しいお出かけをしたりするのが好きです。パーフェクトですね。私もそのアプローチを試してみるかもしれません。モチベーションを保ち、プロセスを楽しむのに最適な方法です。試してみるのを楽しみにしています。レッスン4、ヘルシースタート。まずは新鮮な果物から始めましょう。ヘルシーで美味しいです。それは素晴らしいアイディアだ。どんな果物を入れるべきだと思いますか？私はイチゴ、バナナ、そして多分ブルーベリーも大好きです。それらは完璧に聞こえます。美味しいだけでなく、栄養素もたっぷり入っています。まさに、適切な食品で体に栄養を与えることが重要です。それに、果物を食べると一日が明るくなると思いませんか？絶対に、食事に彩りと風味を添えてくれます。一緒に素敵なフルーツサラダを作るのが待ちきれません。私も、すがすがしい一日の始まりになりそうです。レッスン5、ガーデニングの思い出。葉っぱを使って肥料を作ることができ、リサイクルに最適です。それは本当です。子供の頃、葉っぱを掃除する仕事は好きじゃなかった。共感できます。
当時は退屈に思えましたね。はい、でも今はそれが庭にとってどれほど重要かがわかりました。まさに、私たちの視点が時間とともにどのように変化するかは驚くべきことです。今、私はガーデニングの美しさにもっと感謝しています。ガーデニングはとてもセラピー効果があり、自然と私たちをつなぐのに役立ちます。同感です。リラックスしてくつろげる素晴らしい方法です。いつか一緒に庭に取り組みましょう。レッスン6、コミュニケーションのマイルストーン。最初の電話メッセージが有線で送信されたことをご存知ですか？本当に、それは魅力的だ。どこから送られたの？約8マイル離れたオンタリオ州ブラントフォードとパリの間で送られました。うわぁ、それはそのような初期の発明にはかなりの距離です。はい、私たちが知っているように、それは現代のコミュニケーションへの道を開きました。それ以来、テクノロジーがどのように進化してきたかは驚くべきことです。絶対に、私たちはコミュニケーション方法において長い道のりを歩んできました。今では、インスタントメッセージやビデオ通話のない生活は想像できません。今日、私たち全員がどれほどつながっているかを考えるのは驚くべきことです。レッスン7、信頼の問題。時々、私に不利な行動を取ろうとしている代理人がいるように感じます。ああ、すべてがうまくいったと信じたかったけど。信頼が壊れると大変です。すべてが複雑になります。はい、本当にそうです。信頼はあらゆる関係において非常に重要な部分です。その信頼を再構築するには、オープンにコミュニケーションを取る必要があると思います。同意しました。正直な会話は誤解を解くことが多い。お互いの視点を理解することがすべてです。はい、そして私たちが問題を解決する間、お互いに辛抱強く待ってください。私たちはこれらの課題を一緒に克服できると信じています。レッスン8、甘いおやつ。アーモンドクロワッサン。完璧です。それを注文してあげよう。ありがとう、午前中ずっと欲しくてたまらなかった。とてもフレーク状で美味しいので、後悔はしません。美味しいコーヒーと一緒に楽しむのが待ちきれません。自分用のカップルも忘れずに購入しましょ絶対に。少し老けるべきだよね。う。人生は短すぎて、一緒に美味しい料理を楽しまないわけにはいきません。完全に同意します。私たちを幸せにするのは単純な喜びです。さあ、楽しい朝食を楽しみましょレッスン9、キャンプアドベンチャー。キャンプ旅行を覚えていますか？こんなに楽しかったなんて信じられない。同感です。アイテムの代金を払って、すぐに次の冒険の準備をしましょう。はい、別の旅行を計画する必要があります。街から離れるのは素晴らしいことです。間違いない。新鮮な空気と自然はとても活力を与えてくれます。キャンプファイヤーのそばに座って、みんなと話をするのが好きでした。私も。その瞬間こそが、キャンプを特別なものにしているのです。次回は、
お気に入りのスナックをすべて詰めておきましょいいアイディアだ。美味しい食べ物はいつも体験を盛り上げてくれます。う。これからのキャンプアドベンチャーをもっと楽しみましょレッスン10、星空観察の夢。う。星を見て、手を伸ばして触れたいという衝動を感じたことはありますか？はい、とても不思議な感じですね。絶対に、とても小さくても宇宙とつながっているように感じさせてくれます。私は星空を眺めるのが大好きです。まるで全てがどれほど大きいかを思い出させてくれるようなものです。まさに、その瞬間が私たちの夢を振り返らせてくれます。私たちの世界の向こうに何があるのかを考えるのは刺激的です。その夜、私はよく宇宙探査の夢を見ます。私も。可能性は無限で、想像してみるとスリル満点です。そろそろ、星空の下で夜を過ごす計画を立てましょう。くつろぐのに最適な方法です。レッスン11、配送の詳細。知っておくべき配送料や最低注文要件はありますか？はい、それは重要な質問です。これらの詳細を明確にしておくことは常に良いことです。特にたくさんの食べ物を注文する予定なら、同意します。まさに、一部の場所では無料配送の最低注文額があります。注文したいお気に入りのレストランはありますか？新しいイタリアンレストランのことを考えていたら、パスタがすごく美味しそうだね。美味しそう。配送料が高くないといいんだけど。オンラインでメニューをチェックして、提供されているものと料金を確認しましょいいアイディアだ。一緒に美味しい食事を楽しめるとワクワクします。う。レッスン12、乳製品に関する意思決定。わかった。次に、乳製品はどうでしょう？レシピには牛乳と卵のどちらが必要ですか？はい、絶対に牛乳を買うべきだと思います。卵はどう？私たちにも必要だと思いますか？十数個用意すべきだと思う。手元に置いておくと便利だ。同意しました。それに、彼らと一緒に美味しい朝食料理を作ることができます。まさに。週末にはスクランブルエッグやオムレツがぴったりです。一緒に料理して、ボリュームたっぷりの朝食を楽しむのが待ちきれません。とても楽しくなりそうです。チーズも加えるのを忘れないようにしましょ素晴らしいアイデアです。チーズはすべてを良くする。う。レッスン13、進捗報告。なるほど。私たちのプロジェクトには、定期的な更新と進捗報告が不可欠です。絶対に。全員に情報を提供し続けることは、私たちが順調に進むのに役立ちます。これらの会合をどれくらいの頻度で開催すべきだと思いますか？勢いを維持するには、毎週更新するのが理想的だと思います。それは理にかなっているように聞こえます。また、どのような問題にも対処する時間が与えられます。はい。必要に応じて戦略を調整することができます。コミュニケーションはチームワークを成功させる鍵であることは間違いありません。これ以上同意できませんでした。
更新のスケジュールを立てましょう。パーフェクト、会議の予定を整理できるよう、リマインダーを設定しておきます。レッスン14、薬局を探す。なるほど。この近くに薬局はありますか？はい、この建物の1階に薬局があります。それは便利です。営業時間を知っていますか？毎日午前9時に開き、午後8時に閉まると思います。素晴らしい。後で物資を調達する必要があるかもしれない。すぐに必要な場合は、薬局を近くに置いておくと良いでしょう。絶対に。緊急に何か必要な時には、物事がずっと簡単になります。買い物が終わったら見てみよう。計画のようですね。レッスン15、アイテムを検索する。リビングに行方不明の品がないか確認しましたか？はい、あちこち探しましたが、見つからないようです。ダイニングルームに置き忘れたのかもしれない。さっきそこにいたから。それは可能です。一緒に調べに行きましょう。いいアイディアだ。テーブルの下か何かに隠れているのかもしれない。すぐに見つかることを願っています。それは私にとって本当に重要なことです。心配しないで。探すからきっと見つかるよ。見るのを手伝ってくれてありがとう。感謝しています。もちろん。すぐに見つかるよ。レッスン16、歴史的なフライト。彼女が大西洋を単独で横断した最初の女性であることをご存知ですか？本当に、それは信じられない成果だ。彼女の名前は何だったっけ？はい、彼女の名前はアメリア・イヤハートで、ニューファンドランドから東に飛んだ。素晴らしい、そんな危険な旅に出るなんて、彼女はなんて勇敢だったのでしょう。絶対に。航空業界の女性たちにとって画期的な瞬間でした。彼女の決意と勇気に感心します。彼女は多くの人にインスピレーションを与えました。彼女は本当にやった。彼女の遺産は将来の世代を鼓舞し続けています。いつか彼女の冒険についてもっと知りたいです。彼女についてのドキュメンタリーを見つけましょう。見ていて魅力的でしょう。レッスン17、予算に関する考慮事項。間違いない。予算は旅行の行き先を決めるのに大きな役割を果たします。完全に同意します。私たちの選択肢や計画に大きな影響を与える可能性があります。いくら使ってもいいか考えたことはありますか？大まかなアイディアはあるけど、無理のないものにしておきたい。それは理にかなっています。経済的なストレスなく旅行を楽しむことが大切です。まさに、お金をかけずに美しい場所を探索できます。手頃な価格で素晴らしい体験ができる目的地を探しましょう。はい、予算に優しいオプションをいくつか一緒に研究できます。あなたと一緒にこの冒険を計画できることにワクワクしています。レッスン18、国立公園に関する推奨事項。それは良い提案です。
どの国立公園がおすすめですか？イエローストーンは素晴らしい選択だと思います。素晴らしい風景があります。間欠泉や野生生物についてたくさん聞いたことがあります。はい、そして温泉も息を飲むほどです。自然愛好家にとっては完璧な目的地のようですね。間違いない。そこでは探索することがたくさんあるでしょう。私たちがそこにいる間にできるすべてのアクティビティのリストを作成しましょ素晴らしいアイデアです。旅程を計画するのが待ちきれません。う。忘れられない経験になるでしょレッスン19、ネットワークへの接続。はい。端末の設定画面を開いて、空港ネットワークを選択してください。それは助かります。空港ではいつも乗り継ぎに苦労しています。難しいこともありますが、通常は簡単です。指導に感謝します。選んだらログインしないといけませんか？はい。多くの場合、パスワードを入力するか、利用規約に同意する必要があります。わかった。着陸したらすぐにやるよ。パーフェクト、旅行中も接続を維持することは不可欠です。絶対に。旅行中も家族に最新情報を伝えたい。これで、冒険を分かち合う準備が整いました。レッスン20、技術使用。もちろん、新しいコンピューターでは少なくとも 8GB の RAM を搭載することを目指すべきです。それは堅実な計画のように思えます。マルチタスクをうまく処理し、すべてがスムーズに実行されます。まさに、それだけの RAM があれば、遅延なくプログラムを簡単に切り替えることができます。さらに、ビデオ編集ソフトウェアなどのリソースを大量に消費するアプリケーションを実行する場合にも不可欠です。正しい、そして将来を見据えたセットアップにしたいのであれば、今すぐ容量を増やすのが賢明です。完全に同意します。高品質の部品に投資することは、長期的には報われるでしょう。では、購入時に他にどのような仕様を考慮すべきでしょうか。プロセッサの速度とストレージタイプも必ず調べる必要があります。はい、ソリッドステートドライブと大容量の RAM を組み合わせると、パワフルなマシンになります。レッスン21、歴史労働。材料がどのように採石され、レンガを焼いて現場に運ばれるのかを考えるのは興味深いことです。はい、労働者、農民、兵士、さらには犯罪者でさえ、それらの記念碑的なプロジェクトに貢献しました。このような多様なグループが一緒になって、長続きする何かを生み出したのは驚くべきことです。絶対に。彼らの努力は、今日でも残っている建造物の基礎を築きました。そして、私たちの都市やモニュメントの建設に費やした努力に感謝するようになります。間違いない。彼らの物語を理解することは、私たちの歴史に対する理解を深めます。では、これらの歴史的な労働力とその貢献について、どうすればもっと知ることができるでしょうか。地元の博物館や史跡を訪れることは、貴重な洞察を与えてくれると思います。素晴らしいアイデアです。歴史に直接触れることは、強力な学習体験になり得ます。レッスン22、
タイムトラベルの想像力。タイムマシンに乗っているふりをしていて、信じられないような旅に連れて行ってくれました。それは魅力的に聞こえます。どこで日付を設定したの？恐竜が地球を歩き回っていて、すべてが野生だった先史時代に設定しました。うわぁ、その時代の光景や音を想像するだけでもスリル満点だったに違いありません。本当にそうだった。巨大な生き物が歩き回っているのが見え、その轟音が響き渡る音も聞こえました。その世界がどれほど活気に満ちていて、生命と冒険に満ちていたに違いないか、想像することしかできません。はい、タイムマシンをオンにして、景色が変わっていくにつれ、ワクワク感が押し寄せてくるのを感じました。現実からの完璧な脱出のようで、心が望むものは何でも探求することができます。まさに、想像力がいかに私たちを夢見ていた場所に連れて行ってくれるかは驚くべきことです。レッスン23、成果を紹介する。私のバリュープロポジションを本当に強調するには、自分の業績を強調すべきだと思います。それは賢いアプローチです。自分が成し遂げたことをアピールすることは、大きなインパクトを与えることができます。まさに、自分のスキルがどのようにチームに効果的に役立つかを伝えることが重要です。絶対に、これらの成果を聴衆を魅了する方法でどのように発表する予定ですか？私の貢献を明確に説明するために、具体的な例と指標を使用することを考えています。それは素晴らしいですね。具体的なデータは成功の全体像を描くのに本当に役立ちます。はい。私のプレゼンテーションに私の情熱と献身が反映されていることを確認したいのです。情熱は伝染する。それをうまく伝えれば、みんなの共感を呼ぶでしょう。そこで、私のプレゼンテーションを目立たせ、印象に残るものにする方法をもっとブレインストーミングしてみましょう。レッスン24、カリブ海を探検。パーフェクト、次の休暇にカリブ海に行ってみてはいかがですか？楽しそうですね。カリブ海には、発見されるのを待っている美しい隠れた宝石があります。絶対に。その地域の素晴らしいビーチや活気に満ちた地元の文化について聞いたことがあります。そして、そこにある食べ物は、風味と新鮮さにあふれた、信じられないほど素晴らしいはずです。はい、海を眺めながら新鮮なシーフードを楽しむことはもう想像できます。さらに、シュノーケリングやハイキングなど、たくさんのアクティビティから選ぶことができます。まさに、それぞれの島にはユニークなものがあり、私たちにとって完璧な冒険となっています。旅程の計画を立て、隠された宝物を発見するのが待ちきれません。調べて、最初に探検すべき島を見つけましょう。レッスン25、買い物に詳しい。よし、そのアイテムも手に入れよう。見栄えがいいよ。はい、間違いありません。でも、使えるクーポンや割引はありますか？オンラインで見たことがあると思います。購入を確定する前に確認できるかもしれません。それはいい考えだ。少しお金を貯めることはいつもやりがいを感じますね。絶対に。特に複数のものを購入する場合は、少しでも役に立ちます。そして、
可能な限り最良の取引ができたことを知って立ち去るのはとても素晴らしい気分です。はい、さらに、クーポンを使用すると、ショッピング体験がさらに楽しくエキサイティングになります。同感です。一緒に買い物をするときは、必ず割引を探すようにしましょう。計画のようですね。買い物旅行を毎回ちょっとした冒険に変えてくれるでしょう。レッスン26、インガルスファミリー。インガルス一家とその開拓者としての道のりについて知っていましたか？はい、彼らについて少し聞いたことがあります。ローラが成長している間、彼らは何度も引っ越してきたよね。まさに。彼らの冒険は、当時の開拓者たちが直面した課題を本当に浮き彫りにしています。彼らが持っていたはずの回復力と決意について考えるのは魅力的です。はい、そしてそれぞれの引っ越しには、彼らの人生を形作る独自の障害と経験が伴いました。それぞれの場所が彼らにとってどれほど違った感じがして、ユニークな思い出ができたか想像できます。それらの経験が後のローラの執筆とストーリーテリングにどのように影響したかは信じられないほどです。絶対に。彼女の物語には、冒険と苦難の精神を捉える方法がある。彼らの人生についてもっと探ってみましょう。彼らの旅から学ぶことはたくさんあります。レッスン27、エキサイティングな一日。ナタリーが家に帰ると、その日はさらに早く過ぎました。彼女はとても興奮していました。本当に何が彼女をそんなにワクワクさせたの？彼女はちょうど大きなプロジェクトを終えたばかりで、フィードバックは圧倒的に好意的でした。それは素晴らしい。彼女の努力が報われるのを見るのはとてもやりがいを感じたに違いありません。絶対に。彼女は自分がどれほど安心し、誇りに思ったかについて話すのをやめられませんでした。想像できます。そのような成果を祝うことは、モチベーションを高めるためにとても重要です。はい。自分の目標とその達成方法について考えるきっかけになりました。それが興奮を分かち合うことの力です。他の人にもインスピレーションを与えることができます。まさに、彼女が成し遂げたことを認めるために、ちょっとしたお祝いを計画しよう。レッスン28、甘いサプライズ。もちろん、ハロウィン中にキャンディーがいっぱい入ったゴミ袋をもらったことがあります。まさか。それはどんな子供にとっても夢が叶ったように聞こえる。本当にそうだった。そのキャンディーでジャックポットを当てたような気がしたのを覚えています。その袋を開けて、中に入っている色とりどりのお菓子を見るスリルを想像することしかできません。まさに、キャンディーがたくさんあったので、どこから始めたらいいのかわからなかった。そして一番良かったのは、それを友達と共有し、様々なタイプと交換することでした。はい、みんなとお気に入りを交換できて、体験がさらに楽しくなりました。私はそれが大好きです。その素敵な瞬間は一生続く思い出を作ります。絶対に、キャンディーのようなシンプルなものがこんなに多くの喜びをもたらすことができるのは驚くべきことです。レッスン29、マインドフルモーメント。ほら、私は数分間瞑想して、ハーブティーを楽しむのが好きです。とてもリラックスできそうですね。瞑想は思考を集中させ、心をすっきりさせるのに本当に役立ちます。まさに、日々の混乱から離れ、
平穏を見つけるのに最適な方法です。完全に同意します。自分のために時間を取ることは、心の健康にとって不可欠です。さらに、ハーブティーの香りが心を落ち着かせる雰囲気を醸し出していると思いませんか？絶対に。お茶の温かさと瞑想が相まって、完璧な静けさのひとときを演出します。普段、瞑想中はどんなお茶が好きですか？カモミールが大好きです。カモミールは鎮静効果があり、長い一日の後にリラックスするのに役立ちます。それは素晴らしいですね。次回はやってみようかな。リラクゼーションにぴったりだね。レッスン30、食事体験。すみません、2人掛けのテーブルをお願いします。もちろん。ついてきてください。席まで案内します。ありがとう。この食事を一緒に楽しむのが本当に楽しみです。私も。ここの雰囲気は素敵で、素敵なディナーにぴったりのムードになります。同感です。快適で居心地の良い場所で食事をするのはいつでもいいことです。それに、彼らのメニューについて素晴らしいことを聞いたことがあります。いくつかの料理を試すのが待ちきれません。はい、新しいフレーバーを探求し、それぞれの料理についての考えを共有するのはワクワクします。まさに、外食はとても素晴らしい体験です。特に食事をシェアするときはなおさらです。ここでの時間を最大限に活用して、すべての瞬間を楽しみましょう。